さあ皆さんは1年の中でこの秋が空き巣が多い季節だってことをご存知でしょうか。日常のちょっとした心がけで防げるプロの教えや便利な防犯グッズをご紹介します。住人のいない間に家に侵入し現金などを盗む空き巣。先月22日にも深川市内の住宅で住人が外出中に男2人が侵入する事件が発生。その後2人は現金やカメラを盗んだとして逮捕されました。実は全国で1年のうち最も空き巣の件数が高くなっているのはなんと10月なんです。その理由が涼しくなりエアコンをつけないで窓を開けっぱなしにすることが多くなるからなんです。実際にこんな理由で空き巣に入られた人も。ただ単に窓開けっぱなしで出かけてて、その4時間ぐらいの間に入られました。他にも暑さが落ち着き、お出かけや旅行の機会が増えることで家にお金を置いている可能性が高いことも要因の一つです。10月はですね、何やら空き巣が増えるそうなんですよ。それで何か防犯対策ってされてますか？最近そういうのでもいろいろとなんか犯罪多いみたいですから、まあなんか施さなきゃいけないんでしょうけど、さも言ってなんか何をしていいからよく分かんないっていう。防犯対策って何かされてますか？止めますね、随分。ということで被害に遭わないためどんなことに気をつければいいのか、アルソック北海道高堂さんに空き巣対策を聞きました。空き巣っていうのはどういうところを見てるんですかね？まずやっぱり侵入しやすい窓ですとか玄関のドアの構造等はもちろんチェックするんですけれども、その他に住人の生活のリズムだったりとか習慣的な行動、この時間は家にいないとか結構チェックされる傾向にあります。実は日常生活の中に空き巣に狙われてしまう危険な習慣があるんです。皆さんこんなことをしてませんか？日中や外出をするときにカーテンを閉めっぱなしにする。実際にそういう方もいました。カーテンはうちずっと閉めてます。朝出かけるときも開けてないだけです。日中も？日中も閉めてます。ここでスタジオの皆さんにお聞きします。カーテン閉めっぱなし、この行動は空き巣対策として丸か×、どちらだと思いますか？閉めっぱなしがいいかどうかってことですよね。はい、閉めっぱなしは良くないんだな。ちょっと割れました。正解はどうですか？これは×。家を開けるときにずっとカーテンを閉めっぱなしにしていると、もう家に不在ですよっていうことをアピールしてしまう。一番怖いのが犯人と鉢合わせてしまうことなので、いるかいないかわからない状態で入ってこられたときに逃げ場がないっていうのがやっぱり一番怖いので。こちらは以前空き巣被害に遭った STB スタッフの自宅。外出中に侵入され現金が盗まれたということです。被害に遭ったスタッフによると、カーテンをずっと閉めていたことで人がいないと思われ狙われたのではないかと話していました。一方でこちらはどうでしょうか？お腹すいた。よいしょ。うわ、何にもないや。よし、コンビニでも行くか。10分ぐらいで帰ってくるし、防犯のために電気をつけっぱなしで行こう。電気をつけたまま外出をする。これは丸ですね。丸。はい。外出がこまめに分かられてしまうと狙われやすい
小さめの電気でも大丈夫なので、つけたままで出かけていただいた方が防犯にはなります。ずっとつけっぱなしにしてしまうと逆にずっといないのではないかというのがバレてしまうので、ちょっとした外出の時はつけたまま出ていただくといいかなと。秋須さんは室外機も見ています。そのためちょっとした外出時はエアコンをつけたままにしておくことも効果があるそうです。お次はよくやりがちな行動です。誰だろう。出前も頼んでないしな。知らない人だな。ちょっと怖いし、ここはイルスを使おうと。知らない人が来た時にイルスを使う、やっている人多いのではないでしょうか。三角。三角出た。泥棒が下見をしている場合もありまして、この時間家にいるのかないないのかなっていう確認のためにインターホンを押している場合があるんですよ。心当たりのないインターホンの音であっても一旦応答はしていただいて、顔を隠していたりとかあまりにも不自然な態度ではないかというのを確認して、その後に開けるかどうかっていうのを判断していただくことが重要です。そしてこんなところにも注意が必要です。いやー、来週からの旅行楽しみだな。あ、そうだ、 SNS に投稿しようっと。来週から東京旅行楽しみと投稿と。よし。 SNS に旅行などの予定を投稿すること。これは×ですね。ですよね。長期の外出ですとか家を空けるっていうことを事前に分からせてしまうと犯行を容易にしてしまうというのがあるので、その後日とか旅行が終わった後に載せていただいた方が防犯としては安心かなと思います。他にも毎週決まった時間の用事を投稿することも留守の時間が特定されてしまい危険です。近年は入念にそうですね、事前に何度か下調べをした上で入るっていう傾向にあります。センサーライトとか監視カメラといったグッズですね、そういうのをつけてるっていうだけでも防犯に対する意識があるんだなっていうことを知らしめることで対策していただくのも手かなと思います。ちょっと最近のね、防犯グッズ、どういうものがあるのかちょっと調べてきますね。はい、ぜひいろいろ売ってると思いますので、はい。こちらのホームセンターでは防犯グッズコーナーを展開していて、最近問い合わせの数が増えているそうです。こちらが防犯グッズコーナーでございます。随分たくさんありますね。そうですね。眩しいな。中でも今注目されているのは手軽さ。設置の仕方や使い方が簡単な優れものがいっぱいありましたよ。秋津藩はですね、光の他にも音を嫌いますので、今回ですね、こういった防犯のアラームというのも非常に有効な防犯手段となっております。随分小さいですね。こちらの防犯アラーム、設置がとても簡単。窓の取っ手やドアノブにかけるだけなんです。爆音って書いたんです。実際に衝撃を検知すると大きな音で驚かせ、周囲に異常を知らせることもできます。防犯って言ってもどれから手つけていいんだろうって悩んじゃいますけど、そうですね。まずはもうここから始めてみるのがいいかもしれないですね。そうですね。お手軽なところから始めていただくのが一番かと思っております。で、その他にもですね、秋津藩というのはですね、目立つことを嫌いますので、やはりライトというのがですね、非常に有効な防犯手段となっております。中になかなか結構なお値段するものもありますけども、防犯初心者の私からするとちょっと手が伸びにくいっていうか、レベルが高いななんて思うんですけど、最近ですと機能性が高い他にもですね、お手軽な商品も増えておりまして、例えばクリップ式のライトとなっておりまして、簡単に取り付けができるので近年需要が高まっている商品となっております。
特に需要が高いのがこちらのセンサーライト。値段は2178円とお手頃価格です。クリップになっているので物干し竿や手すりに挟めるだけで設置完了。取り付けが難しいと大変だからね。そうですね。誰かが近づくとライトがつき、空き巣犯の姿も照らします。最近お問い合わせが多い商品としてサムターンカバーという商品がございます。サムターン。はい、サムターン回しという手口なんですけども、はいドアの外側からですね細い工具を差し込んで内側のこのドアのつまみのところを回すという手口となっております。サムターン回しとは、ドアの隙間から細い工具を差し込み、内側についている鍵のつまみを回して鍵を開ける手口。特に集合住宅の4階以上で多く使われています。皆さん、集合住宅だから安全だと思っていませんか？上の階だからつい安心しちゃってるんですけど、入ってくるためにはロープかなんかでやらないと入れないから、そういう安心感が勝手に持ってたんです。統計によると、道内の空き巣件数は2022年から右肩上がりで、去年はおよそ 43% が集合住宅で発生しています。そのためマンションなどの防犯においてサムターンカバーはとても重要なんです。ダイヤルを回せば蓋が外れ、すぐに鍵を開けることができます。他にも昔から重宝されている防犯砂利ですが、従来の白や茶色だけでなく、なんと黒い砂利も登場。踏むと大きい音が鳴る機能性と家の景観美を保つ最新の防犯グッズなんです。まずはお手軽で始めやすい商品からですね始めていただいて、空き巣に狙われにくい対策を進めていただくことが一番かなと思っております。ちょっと高級なものとか複雑なものを無理して使わなくても大丈夫と。そうですね、まずは狙われにくくするというところからですね始めていただくことが一番と考えております。さまざまな防犯グッズや対策をご覧いただきましたけども、いかがでしたかね。まあ白井さんのお家はね、もう門番が2人立ってるようなそんなお家なんで大丈夫だと思うんですけど。いやちょっと私うち開ける日が多いの出張多いですもんね。ちょっと防犯対策これから考えています。そうですね。だからマンションといってもうちオートロックだからといっても、最近ねそのオートロックをね宅配の人と一緒にこう入ってきちゃうとかっていうようなこともあるんで、やっぱり油断は禁物ですよね。そうですね。うちは大丈夫だろうって思い込まないことが大切ですよね。はい。まあいつもより少しだけでもいいので防犯意識を高めることが大切かもしれません。